俺は青島祐希。イベントコンサル会社に就職し、最近はデパートの催事場や地域の道の駅などでイベントを開くサポートをしている。俺の両親が田舎で農業をしていることもあり、地方の農家さんが関わるイベントにはついつい気合が入ってしまう。しかし、最近イベントをサポートする中で気になっていることがあるんだ。都会のデパートとかショッピングセンターで地方の特産品を売るのってよくあることだと思うんだけど、その時に農家が作ったご飯のお供とかジャムとかが最近人気なんだ。それ自体は面白いし、いいことだと思うけれど、出品した農家さんの地元の人より都会の人の方が私たちの野菜を食べているっていう言葉が引っかかっている。冗談めかした会話だったから、その時は深く聞かなかったけど、親父の野菜をはじめとして生産者を知っているものばかり食べて育った俺には、その言葉はかなり衝撃だった。仕事が落ち着いた頃、俺は実家に電話して、その農家さんの話をした。すると親父は、ため息混じりに自分たちの現状について話し出した。最近はうちの野菜も全国展開のスーパーに卸しててな。それなのに、こっちのスーパーには遠くから来た野菜ばかりが並んどる。おかしな話に感じるが、今はどこもそうなのかもしれんな。俺が地元を離れる少し前に、地元初のスーパーマーケットができた。その頃の俺は、都会への憧れもあって、すげえなんて思ってたけど、その後、全国展開してる大型スーパーもできて、地元はさらに都会化している。そうなのか。今は地元のものを地元の人で消費する社会じゃなくなっているんだな。電話を切った後、俺はなんだかやるせない気持ちになった。小学生の頃、給食で地元の食材を使う地産地消の取り組みがあって、親が農業や畜産業、漁業をしている子たちはいつも浮き足立っていた。俺自身も親父の野菜が使われた時は誇らしくて嬉しくて何とも言えない気持ちになった。当時クラスのマドンナ的存在だったさくらちゃんが、青島くんちの人参とっても美味しいねって言ってくれたのは今も忘れられない。今の仕事は楽しいしやりがいもあるけれど、実家を含めた農業の現状を知って俺にはやらなきゃいけないことがあると強く感じたんだ。脱サラして地元に帰った俺は両親に野菜作りを教わりながら地産地消促進プロジェクトを立ち上げた。まずは地元の飲食店でうちの野菜を使ってもらえないかと考えた俺は、あのさくらちゃんの実家が洋食屋だったことを思い出した。洋食屋堤はおしゃれで温かい雰囲気の店で、俺も誕生日なんかのお祝いにはよく連れて行ってもらったもんだ。店があった場所に行ってみると、そこはもう更地になっていた。味も良くて人気もあったあの店が潰れたとは思えなかった俺は、たまたま家から出てきた近所の人に声をかけた。ここ、以前は洋食屋さんでしたよね。辞めちゃったんですか？ああ、堤さんね。数年前に火事になっちゃったのよ。ご主人は買い出しに行ってて無事だったんだけど、奥さんは逃げきれなくてね。火事があったなんて知らなかった。しかも、あの明るくて優しいおばさんが亡くなった。娘さんもひどいやけどしてね。綺麗な娘さんだったのに、かわいそうにね。そうだったのか。さくらちゃんの身に、そんな悲しいことが起きていたなんて。俺は重い足を引きずって家に帰り、衝撃から立ち直るために、数日間はただただ農業に没頭した。このままプロジェクトを立ち消えにしてはいけないと思い直した俺は、
知り合いの畜産農家や漁師たちにプロジェクトに参加してもらえないかと声をかけた。やはりみんな都会に取引先が広がることを喜ぶ反面、地元に流通しなくなったことを寂しく思っていたようで、喜んで参加すると言ってくれた。しかし肝心の卸先、つまり地元の八百屋や肉屋、飲食店はここ数年で潰れてしまった店も多くて、なかなか協力してくれる人が現れない。俺は畑の脇に建てた無人販売所にプロジェクトの協力者を求めるポスターを貼って、一般の人にもこの取り組みを知ってもらうことにした。それからしばらくして、俺も農家が板についてきたと言われるようになった頃、無人販売所にやってきた一人の男性が畑にいた俺に声をかけてきた。こんにちは。とてもいい野菜ですね。丁寧に育てられた野菜だと一目でわかります。畑の脇に立っているのが不似合いなほど身なりの整ったその男性は、服が汚れるのも構わず、今買ったばかりの野菜を抱えてシャリシャリと食べている。ありがとうございます。丹精込めて育てたんで褒めてもらえて嬉しいです。初対面の人に野菜を褒めてもらうのは初めてのことで、俺は思わず心の中でガッツポーズをした。この地産地消促進プロジェクトもすごくいい取り組みですね。僕、このプロジェクトに出資しようかな。急な提案に驚いたが、もし出資してもらえるなら、個人店に協力を仰ぐだけでなく、できることがもっと増えるだろう。しかし、この人は何者なんだ？まだ出資するかどうか決めかねているのですが、あなたが僕のお願いを聞いてくれたら、出資することにします。お願いですか？なんだ？もしかして新手の詐欺か何かか？この地域の伝統野菜を知っていますか？いろいろありますが、特に有名なのはカブですね。もちろん知っている。伝統野菜のカブは、俺が小さい頃大好きだった野菜だ。ええ、知ってます。俺が子供の頃はうちでも育ててましたし。そのカブを育ててほしいんです。そしてそれを僕に売ってください。なんとも突飛な提案をしてくる人だ。でも正直、俺自身もあの株をもう作らないと親父から聞いた時は悲しかったし、自分の手でいつか作りたいと思っていた。どうせ作るなら、これはいいチャンスかもしれないと、俺は考えた。わかりました。まだ種を保管してるって聞いてるし、作ってみます。男性は俺の言葉に満足そうにうなずき、買い込んだ大量の野菜を、これまた高級そうなピカピカの車に積んで帰っていった。ちょうど種まきの時期だったので、俺は親父に事情を話して、早速株を育てることにした。それからというもの、例の男性は、ちょくちょく無人販売所の野菜を買いに来ては、株の様子はどうかと聞いてくるようになった。秋も深まった頃、無事に大きく育った株を収穫して、例の男性に見せると、彼は一つをその場でかじり、目を輝かせた。いやー、うまい！うん、これならきっと大丈夫だ。聞くと男性は飲食関係の仕事をしていて、彼の店の料理長が伝統野菜を使った料理を作りたいと要望してきたため、それを作ってくれる農家を探していたらしい。プロジェクトへの参加は、もっと上の責任者と話す必要があるとかですぐには難しいと言われたが、彼の個人資産から必ず出資はすると約束してくれた。そんな大きな店なんてあったかなと、俺は不思議に思ったが、もしかしたらまだ声をかけていない場所にあるのかもしれないな、なんて考えていた。それから間もなく、中学の同窓会に呼ばれた俺は、隣の市の高級ホテルへ足を運んだ。誰が来るのかは知らされていなかったが、意外と顔を見れば誰が誰だかわかるもんで、俺は懐かしい顔ぶれと楽しく話していた。あ、青島くん？名前を呼ばれて振り向くと、そこには
大きな火傷の跡がある女性が立っていた。堤さんだよね。火傷を負ったとは聞いていたけれど、まさか顔だったなんて。しかもあんなに大きく。さぞ痛かっただろうし、辛い思いをしてきただろう。あ、ごめんね。こんな顔で話しかけられたって嫌だよね。あの明るかったさくらちゃんがこんな風に言うなんて、やっぱり辛い思いをしたんだな。いやいや、何言ってるの。そんなことないよ。俺、1年くらい前にこっちに帰ってきてさ、それから知ったんだ。お店とおばさんのこと。大変だったね。さくらちゃんは髪で火傷を隠すようにしながら、当時の状況を教えてくれた。お店が火事になった時、お父さんは買い出しに行ってたんだけど、後片付けをしてたお母さんは逃げる間もなく巻き込まれて、私も部屋で受験勉強してて、すぐには気づけなかったの。数年前とは聞いてたけど、まだ高校生の時だったのか。そうだったんだ。まだ痛むの？赤茶色の皮膚が見るからに痛そうで、思わず聞いてしまった。全然。でも皮膚が硬くなっちゃって、思いっきり笑ったりはできないの。だからちょっとつまんない。そう言ってはにかむ彼女は、昔と少しも変わっていない。俺は小学校の頃の甘酸っぱい思い出とともに、胸が高鳴るのを感じた。へえ、なにその顔。やば、化け物じゃん。甲高い声がした方を見ると、同級生の一人、中田玲がいた。中田は昔からわがままで、自分が一番でないと気が済まないタイプで、マドンナ的存在だったさくらちゃんを目の敵にしていた。その顔じゃ就職無理でしょ。ってことはニートなの？その顔で貧乏ニートとかどうやって生きてくの？なんてこと言うんだ。俺は中田とさくらちゃんの間に割って入った。おい、やめろよ。なんでそんなこと言うんだ。中田は俺の方をきっと睨みつける。何よ、青島。あんた仕事辞めて農家を継いだって聞いたわよ。どうせ都会での仕事についていけなかったんでしょ。もう酔ってるのか。中田は大声で俺のことを見下してきた。泥臭い農家も化け物顔のニートも同窓会なんかに来るんじゃないわよ。同窓会は始まったばかりだというのに、ピリピリとした嫌な空気に包まれる。それは聞き捨てなりませんね。突然、聞き覚えのある男性の声が響き渡った。会場の入り口に立っていたのは、プロジェクトに出資すると言ったあの男性だった。彼女は大変な経験をしたにもかかわらず、それを悲観することなく前向きに生きています。それに彼女のお父さんは当ホテルの料理長であり、今日ここに並んでいる料理のすべてを作った素晴らしい人です。飲食店勤務って言ってたけど、このホテルの人だったのか。っていうか、堤のおじさんが料理長だって？それにそこに並んでいる株のサラダ。その株を育てたのは青島さんです。本当だ。伝統野菜の株が入ったサラダがある。っていうことは、あの株を作ってほしいって言ったのはおじさんだったのか。だから何？だいたいあんたこのホテルの人間なら客をもてなすのが仕事でしょ？偉そうな口聞いてんじゃないわよ。中田は顔を真っ赤にしてまくし立てる。あなたはお二人を侮辱しました。そんなあなたにここにある料理に口をつける資格はありません。どうぞお引き取りください。男性はそう言うと入り口のドアを開けて丁寧にお辞儀をした。中田は罰の悪そうな顔をして、こんなとこ二度と来るもんですかと捨て台詞を残して帰っていった。ドアが閉まった途端、周りで見ていた同級生たちから拍手と歓声が上がった。やはりみんな大声で暴言を吐く中田に嫌気がさしていたのだろう。そして男性は俺のところへやってきて、いつもの笑顔で話しかけてきた。自己紹介が遅くなり申し訳ありません。当ホテルの副社長を務めております
岩永と申します。本日はお越しいただきありがとうございます。こちらのホテルの方だったんですね。しかも堤のおじさんが料理長だなんて、本当に驚きました。俺の後ろからひょこっと現れたさくらちゃんが、岩永さんに向かって頭を下げる。いつも父がお世話になっております。それから、先ほどは本当にありがとうございました。二人は顔見知りなのか、軽く挨拶をした後、事情を話してくれた。僕は幼い頃から高級なものを食べる機会はあっても、心のこもった料理を食べたことはなかったんです。堤さんの心が温まるような料理に、僕は衝撃を受けました。確かにおじさんの料理は、食べる人を幸せにする不思議な力がある。だからお店が火事になったと聞いて、いても立ってもいられなくて、堤さんにうちで働いてもらえないかとお願いしたんです。そうしておじさんはホテルの調理員として働くことになり、今では料理長にまで昇進したのだそうだ。他の同級生に株を褒められて初めて、俺自身まだ料理に口をつけていないことに気づいた。久しぶりのおじさんの料理は洋食屋の味からホテルの味へと進化していたが、やっぱりあの頃と同じ温かい味がした。いつの間にか隣で料理を食べていたさくらちゃんが、青島くんの育てた株とっても美味しいなんて言うので、俺はすっかり心を奪われてしまった。同窓会の後、俺は長い年月を得て初恋を実らせることができた。こんな顔でもいいのと言われたが、正直そんなこと最初から気にならなかった。岩永さんはホテルのオーナーの息子さんで、いずれはオーナーを引き継ぐ予定らしい。ホテルが地産地消促進プロジェクトに参加してくれることになり、協力してくれる農家も卸先も随分増えた。俺は地元の人たち、特に堤のおじさんの強い要望を受けて、株だけではなく、いろいろな伝統野菜の復活に力を入れることにした。昔とは土壌や気候の条件も違うから、一筋縄ではいかないこともたくさんあるが、うまく育ってくれた時の嬉しさは格別だ。そしてプロジェクトがだんだん大きくなって、地元のテレビや地方紙などで取り上げられるようになった頃、俺はさくらにプロポーズをした。これからずっと君と一緒にいたい。さくらは土で黒ずんだ俺の手を取って、はい。私でよければ、よろしくお願いします。と返事をくれた。それからしばらくして、お父さんから料理の腕を引き継いださくらは、うちの野菜をメインに使ったレストランを開いた。さくらの店はおじさんと同じ、心のこもった温かい味で評判を呼び、地元の人の憩いの場となっている。俺たち夫婦は、お互いの仕事を手伝いながら生活していて、俺が店を手伝う日もあれば、さくらが農作業を手伝ってくれる日もある。これからも手を取り合い、力を合わせて、夫婦仲良く暮らしていきたい。